部長です。つぐみだよ。今回はグレートカルデラサファリパークのブロンズ目標を目指すよ。サンドボックスで勉強してきたのか。歩道の引き方は勉強してきた。ここはグレートカルデラサファリパーク。今までは割と小規模経営だったのだが、この度土地を寄付してもらってね。動物がゆったりしてていいね。この動物園を拡張することにしたんだ。拡張の資金を確保する最善の方法なのだが、四輪駆動で巡るアドベンチャーツアーのトラックライドを完成させることだと思う。今回はこのためにレールの引き方も見てきた。安全にかつ至近距離で見せることができる素晴らしいやり方だ。確かにそう思うな。でもこのサンクチュアリの主目的はあらゆる種類の動物を繁殖し野生に戻すことだ。そしてここは動物たちを迎え入れることもある。それは今まで変わらない気が。シンプルなことばかりだろう。よし、実は他にもあるんだ。来園者をちゃんと教育して非常に高い保護評価を達成すること。これで全部だ。さあ行ってこい。じゃあ始めていこう。まずは目標確認だな。一頭を野生に戻すのは難しくなさそう。二つ目の移動系ライドはさっき言っていた乗り物だね。そして教育評価。これは教育ボードで上げることができる。最後は入園者だね。これはすぐに達成できそう。ではマップ全体を見てみようか。思ってたよりは大きくないね。その分安心して動物園を作っていけそうだな。右側のスペースがうまく使えそうだね。この部分にレールを引いていくのがいいだろう。次に施設の状況の確認だな。飲み物が7軒。十分な感じだな。食べ物が6軒。こっちも問題ないだろう。インフォメーションセンター2軒とグッズが2軒。トイレはいっぱいだな。スタッフ関連の施設も見てみよう。飼育小屋3軒と検疫所、研究センター、トレードセンター2軒、獣医外科が1つだね。インフラは参考まででいいだろう。今でも十分にやれてそうだね。まずはレールの敷設からやるよ。ここは事前に勉強したから引き方がわかるけど、レールの先端にカーソルを合わせて編集しないといけないからな。歩道とかと違って選択から配置じゃないからね。ある意味こっちの方が直感的にできそうだけど、結合させる部分は難しそうだな。ちゃんと近くまで来れば大丈夫っぽいよ。今なかなかハマってないけど。オートコンプリートではどうだ。わかんないけど失敗になっちゃった。削除して引き直したら結合できたみたい。今度は教育ボードの設置をやっていくよ。教育評価も上げないといけないからな。リカオンの教育ボードの設置から高さ調整に苦労するな。スピーカー置いて OK かな。電力が供給されていないので後で見直しだな。こっちにもボードを設置。こっちは電力が供給されているな。次はブチハエナ。もう一つ。ちょっとスピーカーの範囲を見直して。ブチハレナは OK。次はゾウとシマウマだね。まずはゾウから。次にシマウマかな。こっちも電力の見直しだな。最後はキリンのところ。キリン OK。スプリングボックも終わり。そういえばワークショップがなかったから建設しておくよ。このシナリオでは不要な気もするが、警告が出てると気持ち悪いし、大きいスタッフルームの近くに配置するよ。移動を考えると無難かもな。この隙間に入りそうだけど道が表示されないな。こっちの方が無難かな。さて
で準備が整ったから再開するよ。と言っても時間が流れていなかったので特に変化は見られないな。まだ時間があるから、それまでに今までの不備を修正していこうかな。そうしていった方がいいだろうな。まずは電力供給部分の見直しから。さっきの教育ボードが供給されていなかったからな。一応これで範囲に入ったかな。問題ないだろう。全体見てもまあいいかなって感じ。ちょっと休憩。キリンを眺めているのか。本当はこうやって癒しを求めるゲームじゃないの。そういう楽しみ方もあるとは思う。お客さん視点で回れるといいだろうけど、そんなモードあるのかな。あるなら方法を知りたいな。後でネットを調べてみよう。せっかくだから飼育エリアも見直そう。まずはリカオンから。食料と遊具の充実品だな。最初からある程度環境が整っているのはいいね。次はブチハーレナ。こっちも充実品のみで良さそうだね。次はゾウのエリア。ゾウだけじゃなくシマウマも環境を合わせないと。シマウマは食料充実品だけで問題なさそうだね。最後はキリンだね。こっちは最初から問題なさそうだな。遊具の方が少し低いから足しておくね。スプリングドッグは大丈夫みたい。あれすぐ達成すると思っていた来園者数が減っていってる。レールを引いた後、列車を動かしたか。それか。これで大丈夫かな。しばらくこれで様子を見た方がいいだろう。これが人気出ればすぐに集まりそうだけど。来園者数を増やすにあたってお客さんの声も聞いてみたらどうだ。そうしてみる。 ATM に不満があるようだな。ちょっとどの場所か確認してみる。確かに混んでるね。一つしかなかったようだしな。素直に増設しよっか。あと一つくらいあってもいいかも。これで OK。 あとの声はゴミの問題のようだな。ちゃんと掃除してほしいな。歩道の部分が汚れてるね。とりあえずゴミ箱でなんとかならないかな。ホスピタルの時と同じ方法でなんとかなればいいな。そうなればいいな。ここまである程度整備してきたけど、どれぐらい達成できているかな。ライドは最初に引いたから問題ないな。教育評価もボード設置の効果で達成しているようだな。今回は順調だな。このままいけるといいな。ちょっと電力供給で問題ありそうだったから見直すよ。これは見せてない時に設置した教育ボードだな。ソーラーパネルだと出力が低いみたいだから普通の部屋付きに変えるね。これで OK かな。電力を確認してみよ問題なさそう。さっき部屋付きを配置したけど実は問題があったみたい。う。道がつながってないな。ちょっとしたミスが多いな。ゲームだからすぐにカバーできるよ。一応これ仕事なんだが。これで修理にも来れるね。次は同じようなミスをしないようにな。ゾウとシマウマのエリアって広いから中央でも見れるように工夫してみるよ。どうするつもりだ。せっかく周りを囲む歩道があるから途中で渡れるようにつなげようと思う。なるほどな。どうしたんだ。このままだと動物が歩道に乗り上げそうだったから高さをあらかじめ調整しようかと。ゴミが残ってしまってるな。片付けるよ。あともう少しでつながる。少しいびつだが完成したな。さっき作った歩道の様子を見てみるよ。団体客がやってきたな。ちゃんと利用してくれてよかった。
教育ボードも設置してたんだな。このシナリオの目標って教育評価が大きかった気がしたから、できるだけ教育しておこうと。前回の反省も踏まえてフェスのメンテナンスの見直しをしておこう。前回は散々動物に脱走されていたからな。そうそう。メンテナンスは1年に1回じゃなくて9ヶ月に1回に変更しておくよ。これで未然に防げる確率が上がったな。現在の財務状況も確認しておくよ。すごいマイナスだな。このゲーム、お金管理が簡単なのか難しいのか分かりづらい。継続的支出が多い気がするな。雇っている人が多すぎるのかな。やばくなったら考えよう。備品もなんか壊れてんな。これも取り替えておこう。これで OK。 スタッフルームの特典の設定やってなかったな。みんないつも忙しそうだから健康管理を中心に設定しておこう。これで体力面での心配が少し減ったな。どうやら来場者数は達成したようだな。列車の再開が大きかったね。あとは一頭野生に戻すだけだね。さてどの子を野生に戻そうか。妊娠している動物は野生に戻せないぞ。そっか。じゃあこの子にしよう。野生に戻っていったな。これで全ての目標達成かな。あのサファリライドはお客さんに大人気だよ。アフリカの野生動物を堪能できるってね。しかも風の気が向けば匂いまでついてくる。ここでの仕事が盛りだくさんなのはわかるが、次のプロジェクトは本当にやりがいがあるぞ。なぜなら私が不在でアドバイスができないからだ。私は北極にベンチャーを立ち上げる。だからそっちに時間が全部取られてしまうんだ。そうなんだね。今回はスムーズにいってよかった。何でも事前準備が重要だな。じゃあ次回に向けて目標を確認。野生に返すとチーターの受け入れのようだな。これはすぐに達成できそう。教育評価がすでに達成しているのが大きいな。裏で教育ボードを設置してたからね。そこはナイス判断だな。じゃあ今回はここまで。次回も見てね。じゃあね。